こんにちは、しょちこです。今日の動画は2022年の手帳会議です。もう今年もあと2ヶ月で終わっちゃいますね。いよいよ来年の手帳と内容を決めないといけないなって焦り始めてきて、ようやく2022年の手帳会議をすることができました。今年からシステム手帳を使って実際にこれは便利だったなとか、あれは不便だったかもとかの見直しもできたし、来年はこうしようって決められたので、一緒に使うノートをもろもろ合わせて来年の手帳会議を紹介できたらなと思います。それでは早速見てみましょう。手帳会議を始めるときに、まず今年の手帳への思いを振り返ってみました。私は手帳というものが本当に続いたことがなくて、多分1年使い切ったことがないし、たくさん買っては三日坊主とかなんてことは本当あって、で思い切って今年からシステム手帳を使い出したんですが、こんなに続いたことは今までなかったんです。ここまで続けられて、来年も手帳を使おうって思えたのは、手帳を動画としてアップしてしょちこの手帳チャンネルを見てくださる皆さんがいるから。改めて本当にありがとうございます。それから何といっても、私にシステム手帳の魅力を教えてくれた手帳 YouTuber のモネさんの存在も大きくて、 YouTube を始めて連絡取り合って一緒にお話ししたり、お友達にもなり、たくさん相談に乗ってくださって、手帳って楽しいを教えていただきました。師匠であり仲良くさせてもらっている大好きな YouTuber さんです。きっとこのチャンネルを見てくださってる皆さんは知ってる方も多いと思いますが、ぜひモネさんのおうち時間チャンネルも見てみてください。ちょっと前置きが長くなりましたが、手帳会議入っていきたいと思います。2022年はより手帳の目的をはっきりさせたいなと思っているので、現状の手帳とノートをおさらいしていきます。使っているのは3種類。土屋カバンさんのバイブルサイズのシステム手帳と、アイデアや勉強のメモ、雑記メモノート、たまに A4 サイズの紙もバインダーと持ち歩く時もあります。それぞれの役割として、まずメインの土屋カバンさんのシステム手帳では、年間、マンスリー、育児記録、お気に入り、家計簿のカテゴリーで分かれてて、ウィークリーダイアリーといった基本的なところから、健康管理ページや簡易的な仕事のスケジュールを書けるページ、あと育児記録ページ、お気に入りのカテゴリーにはブックリストなど、あと家計簿入れてます。もうちょっと今年の手帳の中身を詳しく見たい方はこちらの動画をご覧ください。そしてこの雑記メモノート、今は無印良品の英語サイズのダブルリングノートを使ってるんですが、これには読んだ本のメモや仕事のスケジュールを細かく書いたり、ラフとかアイデアとかちょこちょこいろんなこと書いてます。見返したり保管用ではなく、何がどこに書いてあるかちょっとわからなくなったりするくらい、結構大事なことも書いてあったりするので、付箋とかつけてます。そして A4 用紙とバインダー、ノートに書くほどでもないもっと雑な思ったことを殴り書きとか、本当どうでもいいことも、とにかくすぐメモみたいな時にはこの A4 用紙を使ったりします。今年のシステム手帳は見返して楽しいっていうのを少しメインにしていたので、マンスリーも仕事以外の予定を書いて
仕事の予定は別のページのスケジュールに書いてたので別にしてました。ウィークリーも日記にしてましたね。日々こなすタスク管理やコンテンツスケジュールはちょっと簡易な分、健康管理ページは毎日書くようにしてたり、でも今年の夏初めくらいに仕事で毎日やらなきゃいけないことがほんとくるくる変わって、今週できたことが少ないとか、今日やらなきゃいけなかったことができなかったりとか、時間管理が本当に下手くそっていう現実を突きつけられたんですよ。そうならないようにこういう一日のトゥードゥメモを書いて持ち歩いてたりしてたんですけど、これだけだとちょっと時間の管理はできなくて物足りないなというのがちょっとずつ出てきてたんですね。で、2022年はもう思い切ってちゃんと自分のスケジュール管理をできるような中身にしていった方がちゃんと暮らしも整うというか、自分にも合ってるのではっていうふうに思って、理想ですね。プラス中身が混在してるカオスな雑記メモノートもちゃんと後から見返せるような実用的でカスタムできそうなノートにしたいとふつふつじわじわと考えていました。早速来年使う手帳とノートを紹介していきます。あとそれぞれの役割も。まずメインの土屋カバンさんのバイブルサイズのシステム手帳、もう絶対に外せないメイン中のメインですね。お気に入りすぎます。これには細かく自分のスケジュールを書くことをメインに、年間マンスリーとウィークリーダイアリーだったところをウィークリープランナーに、そして追加でデイリープランナーを入れる予定です。今まで入れてたマンスリーのトゥードゥとかゴールをちゃんと週ごと日ごとで管理したいなと思ってます。あとお気に入りページには映像作品レビューも入れたいなと。最近週に1回は映画を見れる時間ができたのと、ネットフリックスとかのドラマなんかすごい良かったので、映画レビューっていうよりは映像作品レビューみたいに書けるページ入れたいなと思ってます。そしてこの雑記メモノートの代わりになる勉強用兼アイデアノートは、無印良品のリフィルノート英語サイズ20穴にしました。250円です。家にたくさんカラフルで可愛いノートがあるんですけど、やっぱり順番を変えられるのがいいなと思って、ノートって失敗すると新しいのにしたくなっちゃうんですよね。これはルーズリーフのバインダーになってるのでページ移動が簡単にできます。しかも360度後ろに折りたためて使えるし、スペース的に省エネになるのがいいですね。リングも邪魔にならない。このノートはもう最近早速使い始めてます。ちょっと透けてるポリプロピレンの表紙にしたので、自分の好きな紙を最初に持ってきて見えるようにしたいなと。まだ作ってないけどここに何か貼ったら可愛いかなと思ったりしてます。インデックス作っちゃえば、本を読んで書き留めたい勉強ページとかアイディアを書き出すページとか、いろいろカテゴリーに分けられますよね。一冊にまとめられるっていうのが本当にルーズリーフのいいところです。あと今はそんなに分厚くなくてもいいなって思ったので、軽くてリングが小さいものにしてみました。中の紙は無地ではなく方眼用紙。文字をまっすぐ書くのちょっと苦手なので、ガイドがあった方が安心
です。これは裏写りしにくいルーズリーフ A5 サイズ 5mm 方眼100枚入りで120円です。安い。余談ですが、ノートは可愛いのがあるとすぐ買ってしまう癖が、収集癖があって使うのが緊張して書けずに溜まっていくというもったいないのがたくさんあります。おしゃれなノートってテンションが上がるから見つけるとね、つい買ってしまいます。昔海外で買ったノートとか分厚くて未だに使いどころを見出せてないけどずっとお家にいます。もう見てるだけで満足なのかもしれません。そして最後の一冊はシステム手帳に入ってた育児記録ページを思い切って完全に独立することにしました。この無印良品のポリプロピレンファイルリング式A5サイズを使って大容量にしていこうと思います。また無印っていう好きがすごいですね。インデックスも無印の厚紙のものを一緒に買いました。ベージュもダークグレーもあって、多分表紙はダークグレーかな。インデックスは2色混ぜても可愛いかなと思って両方買いました。ちなみにこのインデックスは勉強兼アイディアノートのリフィルノートにも使えます。入る枚数が少なめのリフィルノートには今回使いません。こっちのリフィル用紙は無地の A5 サイズ30枚入りで100円です。インデックスは A5 サイズ5山入ってて、ベージュとダークグレーの2色。育児記録は毎日書くことがちょっとできなさそうだったので、システム手帳の見開き2ページでやってたんですけど、10ヶ月くらい書いてて2ページじゃちょっと収まらない、もっと書きたいことが増えちゃって、システム手帳からこのファイルに独立させることにしました。使うのは無地の紙なので、中のリフィルのフォーマットは前回同様に自作します。来年はこの3冊で進めていこうと思います。今日は2022年の手帳会議の動画でした。なんか自分でシステム手帳を始めてから来年の手帳を考える時期というのを初めて今迎えてるんですが、すごい反省と目標とかそういうのをちゃんと考えられるんだなと思いました。そして今回の手帳会議の結果、中のリフィルはかなりガラッと変えていくので、結構時間かけて今作ってます。次か次の次あたりの動画で来年のリフィルの紹介をできたらなと思ってます。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。